人間を神の子と見るか、生産の道具と見るか、運動する物体と見るか、あるいは霊長類の一種と見るかによって社会や政治の在り方は著しく変わってくるのである。博士は現代人は唯物論とか環境決定論とかの迷信に閉じこもっているとして、その迷信を疑うべきであると主張しています。これはありますわね。だから人間なんていうのはただ物質が集まった物体に過ぎないとか言う人も昔はいたし、今もいるのか分からない。あと環境決定論、親ガチャだとかそういう話とかこれも迷信に過ぎないって話ですね。それも一個の信仰みたいなところもあるんで、そういうふうに物体に過ぎないって言ったらただのものにしか見えないわけだから、人間がそんな寂しいことないよね。まだ別に放置しとこうって感じになっちゃうわけだから、別に置き去りにしたって別にええやんっていう話になってくるから、無慈悲でございますね。無慈悲になっちゃうから、どうやって人間を見るかで行動とか言動変わってくるよねって話ですよね。それは道理ですわな。自明の理。そりゃそうだね。自分の生命の偉大さに気づかないゆえに小さな死を抹殺にとらわれてしまう。自由の出現とは、生命の底力は核も偉大なりという壮大な轟です。本物のブッダ観の変革は即根本的な人間観の変革を意味している。斉藤、確かに信仰していなければ私たちは自分のことで精一杯だったと思います。不幸な人を救おうという余裕はなかったでしょう。言わんや一国を変え、全人類の仕組みを変えようなるということは思いもしなかったに違いありません。遠藤、それが創価学会によってご本尊を知り、創用機微に付して万里を渡る。青バエが春芽にくっついていれば共に万里を走れること、人生とさせていただいたわけです。感謝してもしきれません。ハエが速い馬のケツにでもくっついておけば、早く移動できるよねっていうことで、我々みたいなボンプでもってことですよ。信心を知ったわけだ、創価学会によって、それで実践していく中で自分では出せなかったスピードで成長させてもらってるってことですよね。池田、境界革命です。個人の境界革命を一人一人広げていくことによって、これが自由の技術だが、社会全体の境界を変える戦いです。人類全体の境界を高めるのです。この変革が大地を打ち破ってという姿に象徴的に表されているのではないだろうか。斉藤、その意味では法華経の絵座にいた大衆の至上昇格へのとらわれは、自分がどこから来たのか知らない、つまり自分自身の根源である永遠なる生命エネルギーを知らないということですね。これは現代人の迷いにも通じますね。池田、その通りです。自分の生命の偉大さに気づかないゆえに小さな死を抹殺にとらわれてしまう。民族とか人種とか性別とか社会的地位とか、そうしたあらゆる差異を突き抜け、人間としての根源の力で人々を救うのが自由の力です。裸一貫のありのままの凡夫、人間丸出しの勇者、それが自由の誇りなのです。いわば自由の出現とは、生命の底力は核も偉大なりという壮大な轟です。地響きです。これを世界に広げていくのです。本物のブッダ観の変革は即根本的な人間観の変革を意味している。遠藤、はい、米ジョージタウン大学の D.N. ロビン博士は現代の迷信についてこう論じています。人は自分をどんな存在と考えるかによってその行いが変わってくるし、他者についてもそれをどんな存在と見るかによって求めるところが違ってくる。これはほとんど自明の理と言ってよいだろう。そしてこの断りは人間の社会や政治の歴史の中にもはっきり見て取ることができる。人間を神の子と見るか、生産の道具と見るか、運動する物体と見るか、あるいは霊長類の一種と見るかによって社会や政治の在り方は著しく変わってくるのである。博士は現代人は唯物論とか環境決定論とかの迷信に閉じこもっているとして、その迷信を疑うべきであると主張しています。ファラオは生きた神とか、神に授けられた国王の権利とか、アフリカ原住民は生まれながらの奴隷などといった言葉は、過去いかに不条理な人間観が時代を支配してきたかを如実に物語っている。しかし人々は一般に自らがその中に生きている時代の人間観に対しては驚くほど批判を持たないと。これはありますわね。だから
人間なんていうのはただ物質が集まった物体に過ぎないとか言う人もうん昔はいたし、今もいるのか分からないけまあ間違いではないけどど、ね。あと環境決定論、うん親ガチャだとかそういう話とか自分が生まれた環境がのせいだ、うんこれも迷信に過ぎないって話ですね。それも一個の信仰みたいなところもあるみたいな、同じ迷信だったら希望を持てる。迷信って難しいが何を信じるか、人間をどう見るかって話だから、そういうふうに見て人間に価値を感じられるかって話だから、物体に過ぎないって言ったらただのものにしか見えないわけだから、人間が。そんな寂しいことないよね。まだ別に放置しとこうって感じになっちゃうわけだから、別に置き去りにしたって別にええやんっていう話になってくるから、無慈悲でございますな。無慈悲になっちゃうから、どうやって人間を見るかで行動とか言動変わってくるよねって話ですよね。それは道理ですわな、自明の理。そりゃそうだ。斉藤、現代人が自明と思っている人間観が実は後世から見たら大いに歪んだものかもしれません。須田、問題は博士の言う現代の迷信がことごとく人間を小さな存在に閉じ込める方向になっているということですね。例えば心は宇宙にも広がり三世にも広がっているものなのですが、現代人は心は現在の小さな脳の中にあるものと思っています。遠藤、それを同州将棋させなければならない。そういう人間観が作る社会はどうしても荒廃した希望なき社会になるからです。池田、その同州将棋は自由の菩薩の姿で行動で起こさせるのです。声で起こさせるのです。法華経でも荘厳な事実の姿で同州将棋を起こさせたように。ともあれ、現代の我々にとって自由の出現とは21世紀、22世紀、23世紀、そして万年の未来へと続く地球革命への船出のファンファーレと捉えたい。大聖人は門下にこう呼びかけてくださっている。すでに大方々、国にあり、大商法必ず広まるべし。おのおの何をか投げさせたもうべき。歌唱尊者にあらずとも、舞よも舞ぬべし。シャリホツにあらねども、立って踊りぬべし。上行菩薩の大地よりいで玉井石には、踊り手こそいで玉井石か。と、断じて嘆くな。大悪があるからこそ大善が来るのだ。上行菩薩が大地から踊って出てきたように、楽しく勇んで舞を舞いながら前進していきなさいと、民衆の大地から踊り出る勢いこそ私ども自由の菩薩の心情なのです。ねえ、諦めの大地から舞を舞いながら楽しく湧いてくるっていうのが我々創価学会の逆目だってことです。池田先生が言うとりますと。はい、みんなできてます。これはまず自分の個心の自由の菩薩を引き上げなあかんなって話だけどね。まあそうまずは自分。まず自分の諦めの大地っていうものと向き合っていく中で、こんなもん絶対こっから湧いてくるわけないやん水がって思いながらも題目する。ゆっくりゆっくり時間かけて湧いてくるっていう諦めの大地から水が俺みたいなもんにも出てきたぞって、そうすると楽しくなってくる。そしたら現実の振る舞いも舞を舞うような感じでこう言動とか行動が出てくるようになってくると、それによって人々の他人の諦めの大地をこう励ますことができるっていうかね。だから俺なんか割と楽しげなんですよ。楽しげ楽しげなんですよ。楽しげに生きてんだけど、諦めの感じを経て楽しげなんですね。俺はもう諦めの生命に支配された時があったのでって話だよね。そこから水みたいなのが湧いてくる。これはなんていうのかって言って、蓮華なんだこれ。蓮華の生命。泥水から咲いた。そうそうそう。ちょうど次からね蓮華の話になるけど、その自由の菩薩と蓮華っていうのが密接に関係してんだと。要するにこの諦めの大地から綺麗な、諦めの大地って言ったら泥ですよ、言うたら、そっからそれにも負けない綺麗な花みたいなものが自分の中にあって、それがこう咲いてくるみたいなね、諦めの大地の中で。でそれが見方変えれば綺麗な水が流れ出したとも言えるし、それはまさに楽しげに湧いてくるんで、
舞を舞う感じで、な感覚ってことです。まあでも舞を舞うっていう風な感覚は本当分かりますよね。だってスポーツしてても仕事してても上手い人ってなんか動きが綺麗じゃないですか。なんかこう流れるように仕事して、いわゆるなんだろう、現代風に言うとスマート。そうね。なんか立ち振る舞いがなんかこうスマートなんだよね、動きが。っていうのは、そういう人ってなんかやっぱ仕事も何でもそうだけど、こう結果に結びつけるというか、カリスマっぽく見えるじゃないですか。そこの環境をきれいにしてくれる、空気を、っていう意味では、そこの環境での、自由の菩薩というかね、こう希望を与えてくれるというか、かっこいいんだよね、単純にそこの環境ごとの次元があると思うけど、まず自分が与えられてる環境で舞を舞うような振る舞いというかね、なっていくことで必要とされる人間になっていくと思うし、影響力はつけんといかんですよね。そこの環境で影響力がつくようになってくると思うから、まずはそこを目指して目の前のことを思いながら題目して、そこの環境の場所、自分の生命のね、そこの場所に自由の菩薩引き上げようぜって、その南無妙法蓮華とも言います、でいずれはどこの環境でも舞を舞うような振る舞いができるようになってくるってことですよ。どこでも自由自在に自分が思う、自分の振る舞いができる、理想のっていうふうに境外が広がっていくんでしょうね。世界青年学会、世界を視野に前に舞うようになってくるっていうか、そうなっていきたいですよねっていう。でそれを期待されてるわけですよ。そうね。楽しんでいきましょうよ。楽しんで住んでいきましょう。難解なところだったと思いますけど、割とどうですか？いや全然そりゃそうだなっていうのが本当印象ですよね。順調に入ってきてますよね。自由の菩薩って最初聞いた時はねって話だったと思うんですけど、最初はマジでぶっ飛んでましたね。でもその自由の菩薩って聞いた時のイメージ像がちょっと洗練されてきたんじゃないですかっていう。いいですよね。ここまで来ていきなりリビルドをかけてくるっていう、このね、昔の偉人たちのやり口というか、うまいことできてんだ。不思議だよね。でもありがたいですよ。昔の人たちの知恵ですよ。こうやってビルドの仕方ね。こうやってね、もうずっと何百年何千年って続いてることって、そら真理だよねって、それは残るよね。そら残るよね。3000年残ってきた教えだからさ、これがね、人間じゃない生物だったらまた話は変わってくるかもしれないけど、人間ですから、結局は自分のことだから、原始時代から何も変わってないただの人間ですから。原始時代にいたのも人間なんで、これは勉強する価値はあるよね。いい内容だったと思います。次は蓮華について詳しく、蓮華の歴史いきましょうよ。お疲れ。おつもと。